公明党に議席献上。立憲民主党と公明党の新党設立、その実態が明らかになってきました。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前回の動画に引き続き、立憲民主党と公明党の新党設立についての続報をお届けします。前回の動画までは、報道に基づき、この新党については、中道改革という形で紹介してきました。今日、立憲民主の野田代表と公明党の斉藤代表が共同記者会見を行い、新党の名前が中道改革連合という名前になったと発表しました。略称は中道なのですが、インターネット上では中道とついているけれども中道ではないし、改革とはついているけれども改革でもない。連合とついていることから、あたかも武装ゲリラ闘争のようなことをちょっと想像させるような名前だとして、早くも名前そのものがネットでいじられる対象となっています。なお、基本政策については、この後4日程度をかけて中身について協議を詰めていき、正式な発表は19日に行われるとのことです。現在のところ打ち出している政策としては、消費税の減税や社会保険料に対する改正を行って減額を目指すとしています。一方において安全保障関連においては、双方の意見の食い違いもあることからすり合わせが必要でしょう。そしてインターネット上で特に話題になっていたのが公明党の斉藤代表の言葉です。斉藤代表は報道陣の前でこのように話をしました。集まった人はもう立憲の人じゃないんです。公明党が掲げた5つの旗のもとに集まってきた人です。立憲の人ではありません。そういう方と同じ志で中道の改革の政治をしていく。そういうことを理解していただくように、公明党支持者にもしっかり訴えていきたいと思います。ありがとうございました。という具合にして、両党の作る新党がどのようなものであるか、そして立憲民主党の議員の人たちがどのような立場であるかを示しました。決して立憲民主党の側に公明党の議員が合流するわけではなく、公明党のもとに立憲民主党の人たちがやってきて、新党の議員になるんだという説明をしています。このことが非常によく現れているのが選挙における比例名簿です。公明党は自民党と連立を組んでいた時代においても、小選挙区よりも基本的には比例区において議員を選出してきました。自民党が小選挙区で戦い、その代わりに比例票を公明党に入れてくださいという形である程度の住み分けを行ってきました。今回の新党においても公明党は小選挙区には候補者を出さず、比例名簿に名前を載せてそこから国会議員を選出させます。ただしここで大きな決定がありました。公明党は比例名簿の上位に位置する。この決定は非常に公明党にとって有利なものです。なぜならば立憲民主と公明党の合わさった状態で比例名簿上位ということは基本的には全員が通る可能性があります。現在の公明党の議員は24人。一方で立憲民主党の比例区からの選出議員は44人です。つまり24人が丸ごと上に被ってくると、立憲民主党の44人を考えれば基本的には全員が当確し、その分だけ立憲民主党の名簿順位的に一気に足切りが発生してしまいます。20数人以上が下の方では当落線上にかかって落選する可能性が高まるわけです。先ほどの公明党の代表の言葉にもあるように、いかに公明党にとって有利な状態で合併するか、そのことがよく表れている話だと思います。一方で、今回の選挙においては新党を作るわけですが、参議院と地方議会においては、従来の立憲民主党と公明党という枠組みが残ります。これらの人たちは従来通りの席を置いた状態で、新党に合流するわけではありません。新党名中道改革連合というネーミングについて、野田代表は右にも左にも傾かず、熟議を通して解を見出していく基本姿勢を表したものだと発表しています。しかし現実においては明らかに公明党の側に非常に傾いた形での新党設立だと言えるでしょう。この後協議が行われる中における基本政策でも、どれだけ公明党の方が強く出てくるのか、そのあたりをよく見ておきましょう。場合によってはそのような政策の違いによって立憲民主党の側が支持者離れを起こす可能性が
高まるような条件となっています。一方で、選挙となればお金がかかるというのが残念ながら非常に厳しい現実です。国民民主党の玉木代表は今回の選挙には8億円もの借金を行うと発言を行っています。X での玉木氏のコメント、寄付のお願い、榛葉幹事長と相談して次の衆議院選挙に向けて8億円の借金をすることにしました。国民民主党にとって存亡をかけた戦い、古い政治を変える戦いでもあります。クレジットカードでも寄付できるのでご協力をお願いします。というふうに発信しています。ちなみに去年行われた参議院選挙においては、玉木代表は3億6000万円の借り入れを発表しました。何にしても国民民主党は中道改革連合には加わりません。その分だけ自分たちの立ち位置から政策実現を目指す政党であり続けます。このことは私は支持します。なぜならば、まともな野党という面において私は立憲民主党については全く評価しておらず、一方において国民民主党については評価しています。前向きに問題点について解決策を打ち出していこうという姿勢そのものが今の政治には重要だと考えているからです。また、もう一つ私の推している政党があります。それがチーム未来です。チーム未来の安野さんは今回の選挙に向けての発信を行っています。東北、中国、四国ブロック9母。緊急で衆議院比例区における候補者を公募いたします。新党チーム未来は2025年5月に決闘し、同年7月に議席を獲得したばかりの最も若い国政政党です。未来は明るいと信じられる国を作ると掲げ、短期目線ではなく未来を見据えた長期目線を、分断を煽るのではなく建設的に手を動かすことを、情報を隠すのではなくオープンにすることを、一方的発信だけではなくブロードリスニングを勘と経験のみではなく合理的な意思決定を重んじ、これまで様々な取り組みをしてまいりました。という形で、東北、中国、四国ブロックの応募者を求めています。ぜひともこの地域で我こそはと思う方は応募してください。基本的に国民民主党もチーム未来もどちらについても言えることなのですが、批判を目的化していないということは非常に重要です。自民党政治が悪いんだからそこを批判したりしていればそれで議席が取れるみたいな政治を私は全く評価しません。これは社会人生活の中でも思うのですが、とにかく不満ばっかりで何にも解決策を打ち出さないで自分は批判したりしていればいいやみたいな人を見ると、本当にどうしようもないなと私は思ってしまいます。問題があるというのは分かっているんだから、じゃあそれどうしたらいいのか考えてくれよというふうに私は思いがちです。もちろんそういったことを考えるのがめんどくさいというのもあるでしょうし、言い出しっぺが改善すればいいという具合にして仕事を押し付けられるということもあるでしょう。そういうのを先回りしてもう批判ばっかりで自分は何にも改善に手をつけないという人は確かにいます。基本的に批判だけするというのは上げ足取りばっかりになって、非常に安易なやり方だと私は思ってしまいます。というわけで本来であればちょっと動画の最初の方で言わなければならないのですが、私の現在の政治的な立ち位置は、政権に関しては高市政権については支持しています。一方で自民党という党については不支持の状態で、野党についての支持政党は国民民主とチーム未来です。この点について公平じゃないじゃないかという人もおられるでしょう。このチャンネルそのものは私の考えを述べるもので、客観的というわけではありません。その点はご了承ください。それと、前回選挙においては国民民主党の候補者募集に応募しましたが、今回私は何もそうした政治的な活動はしません。今のチャンネルの現状からも明らかですが、残念ながら私には支持者が非常に少ない状態になっています。このままの状態で選挙に出るということを目指すこと自体が、非常に無理があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。選挙が本格化するに伴って、それぞれの政党や議員そのものの個人的な話などもこれから非常に多く出てくることでしょう。それぞれの政党の議員の数によって政治は明らかに変わります。決して一人一人の投票が全くの無意味というわけではありません。これからもこのチャンネルは国際情勢や日本の政治など、かなり固い話ばっかりをしますが、ぜひともこれからも私のチャンネルの動画を見ていってくれると嬉しいです。今回の動画の冒頭で述べた公明党が比例上位に来て、そして公明党の代表が言った公明党の旗のもとに
立憲民主党の人がやってきて新党ができるのだというこの発言。これを聞いて皆さんはどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。